今日は切り餅おかきを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、切り餅おかきを作っていきたいと思います。今回の切り餅おかきなんですが、油を使わずに電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。さらに味付けは3パターン作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにキャラメルおかきの材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、お砂糖、牛乳、無塩バター、こちらの4つの材料で作っていきます。まず今回ね、キャラメルおかきだけね、切り餅2個分で作っていきます。あんまり少なすぎるとキャラメルが作りにくいので2個分の分量になります。このお砂糖ですね、こちらはグラニュー糖で代用していただいても OK です。もし牛乳がない場合はお水で作ってみてください。バターはこちら無塩バターですね。こちら有塩バターでも作ることができるんですが、有塩バターだとね、塩キャラメル風味な仕上がりになります。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いてシュガーバターおかきの材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、無塩バター、お砂糖、お水、こちらの材料で作っていきます。こちらのバターなんですが、こちらはね、無塩バター、有塩バターどちらでも OK です。お好みのものを使用してください。それでは続いてきなこ醤油おかきの材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、お醤油、きなこ、お砂糖、こちらの材料で作っていきます。こちらのおかきはですね、切り餅1個分の材料になります。もしね、2個分作りたい場合は全て倍量にしていただくといいかなと思います。こちらのお砂糖はグラニュー糖またはきび砂糖などで代用していただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まず切り餅を切っていきます。縦半分にしてくるっと回転させて、こちらを4等分にしていきます。結構ね、お餅が硬いので手桶がしないようにだけ注意してください。まず半分に切って、また半分に切ります。そしてこちらも半分に切ってください。このように1個の切り餅をね、8等分に切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。こちらキャラメルおかき分の切り餅になります。残りの2つも同じように切ってください。はい、切り餅の準備はこれで OK です。このように切ってください。そしたらですね、こういった耐熱のお皿と、あとはクッキングシートを用意してください。この上にお餅を置いていきます。置く時のポイントなんですが、隣同士の間隔を空けて置くようにしてください。乗せれるだけね、乗せていただいてもいいんですが、あんまり乗せすぎると隣同士がくっついちゃうので、1個分ずつぐらい加熱していただくといいかなと思います。それではこちらを電子レンジ 600W で3分から3分30秒加熱していきます。電子レンジの当たりどころによって加熱具合が変わってしまいます。なので時折様子を見ながら、少しね、焦げそうなものがあった場合は先に取り出していただいてもいいですし、途中で一旦取り出して場所を変えて温めていただいても OK です。それではこのままね、ラップをせずに加熱していきます。はい、加熱しました。このように全体がね、カリッとすれば OK です。ちょっとね、これはまだギリギリかなと思うんですが、これ以上加熱してしまうと焦げてしまいますので注意してください。時折様子を見ながらね、加熱していただくといいかなと思います。それではね、残りも同じように加熱していきます。あと2種類もね、一緒に加熱しちゃいたいと思います。はい、全部加熱が終わりました。このようにね、加熱している最中にお餅同士がくっついてしまった時は、こんな感じでね、パキッと折れるので、そのままね、加熱し続けて大丈夫です。このようにね、カリカリに仕上がってます。ではね、今から味付けしていきます。まず最初にキャラメル味から作っていきたいと思います。はい、では作っていきます。まずフライパンにお砂糖と、あとは牛乳、そしてバターを入れてください。そして一度ね、牛乳をお砂糖に浸透させます。
そしたら火にかけてください。火加減中火です。キャラメル色になるまで加熱していきます。少しね色味が変わってくるまでは中をね混ぜないように注意してください。混ぜてしまうとね結晶化してしまう場合がありますので注意しましょう。はい、でバターがね全部溶けたら一度フライパンを持ってこのように揺すってください。結構ね煙が出るので換気扇のつけ忘れには注意しましょう。ちょっとね換気扇つけさせていただきます。全体がねバターと混ざったらまたこのまま加熱していきます。時折フライパンを揺すりながらね加熱してください。はい、でこの縁の部分の色が変わってきたらゴムベラなどを使って混ぜましょう。だんだんね色味がついてきます。このぐらいちょっと薄くねキャラメル色になってきたら火加減弱火にしてください。色が変わってくるとねどんどん焦げるのが早くなるので火加減弱火でゆっくりとね加熱していきましょう。はい、で程よいキャラメル色の手前ぐらいの色味になったら火を止めてください。はい、このぐらいですね。そして最後はね余熱で仕上げましょう。はい、でこのようにいい感じのキャラメル色になったら火を止めた状態でおかきを入れます。そして全体に絡めてください。はい、こんな感じでね全体に絡まれば OK です。結構ねベトっとするのでこの後ねクッキングシートの上に乗せて乾かしていきます。ではクッキングシートを用意してください。ここにねおかきを置いていきます。はい、このようにねクッキングシートの上に置いてそして粗熱を取って冷ましてください。はい、それでは続いてシュガーバターを作っていきます。こちらフライパンにお砂糖とあとはお水そしてバターを入れてください。これで火にかけましょう。火加減中火です。一度ねふつふつするまで加熱していきます。こちらも同様にねバターが溶けるまではいじらないようにしてください。はい、バターが溶けました。そしたらもう一度ねフライパンをこのように揺すってください。揺すったらですねここにおかきを入れます。そして全体に絡めましょう。少しね色づくまで加熱してみてください。このようにちょっと色づいてきたら火を止めます。またねよく絡めましょう。はい、これで OK です。そしたらこちらも同様に取り出します。ではこちらもクッキングシートの上に置きましょう。はい、シュガーバター味はこれで OK です。このまま冷ましてください。それでは最後きなこ醤油味を作っていきます。まずねきなこを作ります。器にきな粉とあとはお砂糖を入れてください。そしてこの2つをねよく混ぜましょう。はい、きな粉はこれで OK です。そしたらですねボウルにおかきを入れます。そして醤油を回しかけましょう。そして全体にねなじませてください。はい、で全体になじんだらきな粉を入れます。そしてなじませてください。きなこ醤油味はこれで OK です。こちらはねもうこのまま召し上がってください。はい、こちらねキャラメルとあとはねシュガーバター味も表面が乾きました。だいたいね10分から15分ぐらいでね表面が固まってくると思います。ちょっとね硬くなってるので歯を怪我しないようにだけね注意してください。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで切り餅おかきの完成です。こんな感じに仕上がりました。一番奥がキャラメル味、そして手前がバターシュガー味、そしてこちらがきなこ醤油味になります。どれもねカリカリでとても美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずねキャラメル味からいただきたいと思います。いただきます。キャラメルがたっぷりついててすごく美味しいです。ただね結構ねキャラメル味は硬いのでちょっとね硬いのが苦手だなという場合はちょっと控えていただいた方がいいかなっていうぐらい結構ね硬めに仕上がってます。では続いてシュガーバター味もいただきます。いただきます。こちらはバターの香りが効いててすごく美味しいです。では最後ねきなこ醤油味もいただきます。美味しい。きな粉の甘みと醤油のねしょっぱさのバランスがすごくいいですね。はい、
はいということで今日も美味しく仕上がりました。今回の切り餅おかきのポイントです。まずですね、切り餅なんですが、今回1個の切り餅を8等分にしてます。こちらはお好みの大きさに切っていただいて OK です。8等分にするとね、結構ね大きめに膨らみます。こんな感じ。一口で食べるにはちょっと大きいかもしれないので、10等分ぐらいにするとね、ちょうど一口サイズになると思います。こちらの大きさはお好みで調整してください。そして加熱する時のポイントです。加熱する時は必ず耐熱のお皿を使って、そして上にクッキングシートを敷いて、切り餅の間隔を空けながら並べてください。加熱してるとね、コロコロ転がってしまうのでたまにくっついてしまうんですが、一度にたくさんね加熱してしまうと全部くっついちゃうので、だいたい8個分ぐらいですね、上に置いて加熱していただくといいかなと思います。加熱時間に関しましては、こちらは電子レンジの種類だったり、あとはですね、切り餅の大きさによって適正な加熱時間が変わる場合があります。あとはですね、加熱ムラがおそらくあると思いますので、様子を見ながら加熱時間は調整してください。もし焦げそうになってしまった時は、その切り餅だけ取り出して残りのものを加熱していただくといいかなと思います。ただ仮にくっついてしまっても、冷めたらパキッと割れるので 2,3 個ぐらいねくっついてもそのまま加熱していただいても大丈夫です。そして今回はですね、3種類の味をご紹介しました。まずキャラメル味なんですが、バター、牛乳、お砂糖を加えてカラメル色の手前になるぐらいまで一度加熱してください。そしたら一旦火を止めておかきを加えて、そして火を止めた状態で絡めてください。結構ね色づき始めると焦げるのが早いので、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そしてシュガーバター味ですね。バター、お砂糖、お水を加えて、そしてバターが溶けるまでそのまま触らずに加熱してください。そしてバターが溶けてふつふつしてきたら切り餅を加えて、そして加熱しながら軽く絡めてください。きなこ醤油に関しましては、こちらは最初にね醤油を絡めて、その後ですねお砂糖ときな粉を混ぜたものを加えてしっかりと絡めてください。砂糖の量はねお好みで調整していただけたらと思います。キャラメル味とシュガーバター味に関しましては、こちら出来上がったらクッキングシートの上に間隔を置いて広げて冷ますようにしてください。食べる時なんですけれども、キャラメル味とこのシュガーバター味、こちらの2つはね結構表面が硬くなってますので、ちょっとね硬いものが苦手だなという方は控えていただくといいかなと思います。その時はねきなこ醤油を作ってみてください。歯が強い方でもね結構硬めに仕上がったり、あと食べてる時にね結構キャラメルがね歯にくっつくので、注意しながら召し上がっていただけたらと思います。なのでこの2つを作る場合は切り餅をね小さめに切って作っていただくといいかなと思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は切り餅おかきを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。